皆さん、こんにちは。ブログ、ジュラシックワールドザゲーム、無課金でトーナメント上位 1% に到達する方法を書いている、自称、最強無課金ユーザー、ヒロキートです。今回の動画では、あなたが今すぐ育てるべきスーパーレア恐竜5選をお届けします。スーパーレアの非ハイブリッド恐竜は全部で15種類いますが、そこから5種類をピックアップしました。コモン恐竜とレア恐竜については以前の動画で紹介していますので、まずは概要欄のリンクからコモン編から見始めることをお勧めします。スーパーハイブリッドの素材になる恐竜を選定していますので、動画の中ではどのようにしてスーパーハイブリッドを作れば良いのかについても解説しています。また、今回紹介する恐竜は5種類ですが、そのほとんどが以前までの紹介で一度登場しているので予想がつくかもしれません。恐竜個々の能力等についていつもの画像でまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。ジュラシックワールドザゲームについてさらに詳しく知りたい方は、ヒロキートのブログ、Twitter にも足を運んでみてください。また YouTube のチャンネル登録もお願いします。最初に紹介する恐竜はユーオプロケファルスです。ユーオプロケファルスの最大の特徴は DNA コストの安さです。スーパーレアの中で一番安い DNA で入手できる恐竜がユーオプロケファルスなので、アンロックしたらまず最初にレベル40まで育てたいところですね。アンロック条件はユラグ大地となり、こちらの恐竜の特徴は何といってもその体力です。この特徴はハイブリッド種、スーパーハイブリッド種にも引き継がれ、バトルの先頭に配置するとしばらく相手の攻撃に耐えながらアクションポイントを貯めることができます。ユーオプロケファルスはギガノトサウルスと融合するとギガノケファロスになります。ではスーパーハイブリッドの作り方を確認しましょう。まずはレベル40のギガノケファロスを用意します。そして2000のアンキロサウルス SDNA と掛け合わせることでスーパーハイブリッド種ギガキロケファロスを作ることができます。つまりスーパーハイブリッド種ギガキロケファロスはハイブリッド種ギガノケファロスが元になっているので、レベル40のユーオプロケファルスをまずは用意する必要があります。次に紹介する恐竜はスピノサウルスです。スピノサウルスの最大の特徴はハイブリッドではない肉食スーパーレアの中で2番目の体力を誇っているところです。一方、攻撃力はスーパーレアの中で4番目に低く、肉食では最下位になります。有名な肉食恐竜の割に、あれ、思ったより弱くねと感じること間違いないでしょう。コモン編で紹介したユタラプトルと掛け合わせることでハイブリッド種スピノラプトルになります。スピノサウルスのアンロック条件はユラグ大地なので、該当のイベントが来たら必ずクリアしましょう。スピノサウルスも人気のある恐竜の一つなので、恐竜ファンなら手に入れておきたいものですね。それではスーパーハイブリッドの作り方を確認しましょう。まずはユタラプトルと掛け合わせることでハイブリッド種スピノラプトルを作ります。続けてスピノラプトルをレベル40まで育て上げます。そしたら2000カプロスクス SDNA と掛け合わせることでスピノタスクスを作ることができます。逆から見てみると、スーパーハイブリッド種スピノタスクスはハイブリッド種スピノラプトルが元になっているので、レベル40のスピノサウルスを用意する必要があります。続けて紹介する恐竜はステゴサウルスです。攻撃力はハイブリッドではないスーパーレアの中で11位と高くありませんが、体力が4位なのでそこそこか多差はあります。誰もが知っている草食恐竜の一つですが、こちらは有名なトリケラトプスと融合することでステゴケラトプスを作ることができます。アンロック条件はバトルステージ46となっていますので、早い段階からバトルステージを進めることをお勧めします。またステゴサウルスに関連したストーリーミッションもありますので、早々にアンロックして優先的にレベル上げしておくべき恐竜の一つでしょう。それではスーパーハイブリッドの作り方を確認しましょう。まずはレベル40のトリケラトプスとステゴサウルスを融合させてハイブリッド種ステゴケラトプスを作ります。
無事にステゴケラトプスを作ることができたら、まずはレベル40を目指して育て上げます。レベル40のステゴケラトプスが完成したら、2000モノロフォサウルス SDNA と掛け合わせることで、スーパーハイブリッド種、モノステゴトプスを作ることができます。逆算すると、スーパーハイブリッド種、モノステゴトプスはハイブリッド種、ステゴケラトプスが元になっているので、レベル40のステゴサウルスを用意する必要がある、ということです。次に紹介する恐竜はベロキラプトルです。こちらも有名な肉食恐竜ですが、獰猛性はハイブリッドではない全スーパーレアの中で8番目の高さになります。攻撃力だけで見ても全スーパーレアの中で4位なので、火力が非常に高いわけでもありません。アンロック条件はバトルステージ38なので、サクッとバトルステージを進めてしまいましょう。ティラノサウルスと融合すれば、インドミナスレックスを作ることができますが、相方のティラノサウルスをレベル40にするのは苦労するはずです。それではスーパーハイブリッドの作り方を確認しましょう。スーパーハイブリッドを作るためには、まずベロキラプトルとティラノサウルスをレベル40にして、ハイブリッド種インドミナスレックスを作る必要があります。さらにそのインドミナスレックスをレベル40にした上で、ベロキラプトル SDNA と融合することができれば、現環境最強生物の一つインドラプトルを作ることができます。逆算すると、スーパーハイブリッド種インドラプトルはハイブリッド種インドミナスレックスが元になっているので、レベル40のベロキラプトルを用意する必要があるということです。最後に紹介する恐竜はベロキラプトル第2世代です。このゲームでは生物を何かと第2世代にして新キャラをごまかしている嫌いがありますが、そんなことはないと信じたいですね。攻撃力はハイブリッドではないスーパーレアの中で3位、体力は2位とバランスが非常に良いです。ベロキラプトル第2世代単体でもしばらく活躍しそうです。アンロック条件はイベント第2世代の怒りのクリアになりますが、パークレベルが65を超えないとお店で購入できないので注意が必要です。続けてスーパーハイブリッドの作り方を確認しましょう。ベロキラプトル第2世代はティラノサウルス第2世代と融合するとインドミナスレックス第2世代になります。インドミナスレックス第2世代をレベル40に育て上げ、2000ベロキラプトル SDNA と融合すれば、スーパーハイブリッド種インドラプトル第2世代が完成します。逆算すると、スーパーハイブリッド種インドラプトル第2世代は、ハイブリッド種インドミナスレックス第2世代が元になっているので、レベル40のベロキラプトル第2世代を用意する必要があるということです。いかがだったでしょうか。以上が育てるべきスーパーレア恐竜5000の紹介になります。スーパーレアになると必要な DNA 量もこれまでと比べて大量に必要になるので、優先的に育てる恐竜とそうでない恐竜をはっきりさせないと、どれも中途半端に育てることになってしまいます。ぜひこれから育てる恐竜を選ぶ際の参考にしてみてください。今回紹介した恐竜以外にもおすすめの恐竜がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは素敵な恐竜ライフを。